J-Wave Across the Sky をお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの角野隼人です。東京建物 Music of the Spheres、 宇宙には人には聞こえない音楽がある。このコーナーはニューヨークを拠点に活動する僕角野隼人が音楽を通した様々な出会いを語るひとときをお送りしています。今回はニューヨークの自宅からお届けしています。久しぶりのニューヨークからのお届けかもしれません。最近ずっと旅をしていたのでね。ずっとしてますけど、パリから昨日帰ってきて、ニューヨークはとても今天気が良いです。晴れ晴れとしていて、ヨーロッパはずっと曇りっぱなしだったんで、とても気分がいいですけど、ドイツのベルリンと、そしてベルギーのブリュッセルでコンサートがありまして、で、その後ちょっとパリに寄って帰ってきたんですけど、ベルリンはベルリンフィルハーモニー大ホール、ベルリンフィルハーモニーホールという、かのベルリンフィルの本拠地でもある大変有名なホールですけれども、そこで初めて大ホールでコンサートをさせてもらって、2000席ですね、くらいの前でショパンのピアノコンチェルト1番を演奏しました。いやー、このショパンのピアノ協奏曲1番は結構昔からずっと弾いてるんですけど、何回弾いても弾き慣れることはないというか、やっぱり何回弾いてもちゃんと丁寧に練習しないとすぐ崩れるしっていう不安要素がとてもある曲ですね。そして何よりベルリンフィルハーモニーホールで、大ホールで演奏するっていうので、僕もそれだけでかなり緊張が高まるんですけど、それに加えてここのところずっと時差移動が続いていたので、体内時計が自分がどこにいるかもわからないような感じで、コンサートに最善のコンディションをと思って臨んだんですけど、直前のリハーサルまでずっと手に力が入りきらない感覚があって、これどうしようと思って、結構それで焦って、で焦るとまたやっぱり緊張がさらに高まるじゃないですか。それで結構直前の直前まで必死に指鳴らしをしながら少しでも緊張をほぐそうと頑張ってたんですけど、そういう気持ちのまま時間が来てしまって、でこのショパン1番手コンチェルト1番手、オーケストラの前奏が4分半ぐらいあって、その間僕はピアノの前にただ座って待ってるんですけど、ピアノが入るのを。でその4分半というのはいろんなことを考える4分半でして、時には純粋にオーケストラの音を楽しんでいる時もあれば、ピアノの音のイメージを思い浮かべている時もあれば、過去の回想をしている時もあれば、いろいろなんですけど、この日はもうとにかく4分半後に迫り来るピアノの1音目に備えてどうにかして心の準備をしようという気持ちでいっぱいいっぱいで、もうまだ始まってほしくないとずっと思うわけですけど、やっぱそれはだんだんと近づいてくるわけですね。近づいてくるたびにどんどんもう触らなくても鼓動が高まってくるのが分かって、そんな感じで、ピアノが入ってで演奏し始めるわけですけど、幸いというかね、ここのベルリンフィルハーモニーにあったピアノがめちゃくちゃ僕の好きなピアノで、どういうピアノが好きかというと、僕はそのピアノとかピアニッシモが本当に自分の思った通りのコントロールができて、理想通りの音が鳴るし、それを自分で表現できるピアノっていうんですかね。ここ最近で一番好きなピアノだったのは間違いないんですけど、とにかくピアノで本能的に歌うっていうのがものすごくしやすいピアノで、調律師のトーマスさんという方はベルリンで
大変有名な調律師の方みたいなんですが、その方のおかげもあってか、とにかくピアノが味方をしてくれた僕に。だから緊張して指が震えていてもピアニッシモを自然に歌うことができたんですね。それでだんだんと緊張は解けてきてね、2楽章に入るわけですけど、2楽章はとても全体的にゆったりとした楽章で、ピアノの旋律が本当に美しいんですけど、それも今までで一番自然に自分の中で歌えたなっていう感覚があって、で、最初は本当に死ぬかと思ったぐらい緊張してたんですけど、だんだんとその頃から緊張が解けてくると、もうただただその美しい音が鳴ってるのが嬉しくなってきて、で、3楽章でその曲全体が終わる頃になると、もう本当に終わってほしくないと。最初の頃あんなに始まってほしくないと思ってたのに、終わってほしくないと思いながら、コードを迎えて、で、クライマックスを迎えて、で、終わったら、満員の拍手喝采で。で、あれは、本当に忘れないですね。本当に、何十時間分ものエネルギーをその40分にで費やした感じというんですかね。もう終わった後本当にぐたーっとしてしばらく何もできなかったけれども、それで終わった後に調律師さんに、あのピアノ本当に弾きやすかったんですけど、どんなシークレットがあるんですかって聞いたら、It's salt and pepper、 塩コショウが効いてるんだよとか言われて、なんやねんとか思いましたけれどもね。それではここで一曲お送りします。ショパンのそんなピアノ協奏曲第1番3楽章ロンドン、演奏はマルタ・アルゲリチさん、そしてロンドンシンフォニーオーケストラです。で、ベルリンの次の日はベルギーのブリュッセルでまた同じベルリンドイツ交響楽団の方々と指揮のマリン・オルソップさんと一緒にコンサートがありました。ボザールというエリザベート国際コンクールの会場にもなっているホールみたいですね。それでそこも本当にいいホールだったんですが、あろうことか演奏中ですね、客席の
補聴器の音なんでしょうね。ピーっていうなんかすごい高音が定期的に聞こえるんですね。それがもう演奏中になるもんだから、お客さんにとっても、我々演奏者にとっても大変苦しい瞬間が続いたんですけども、ああいう時って本当にどうすればいいんですかね。演奏を止めるわけにもいかないし、でもいつか止まるかと願えば願うほどその音は大きくなっていくし、いやどうしたものかなと思いながら、でも音楽には集中するしかないんで、そのまま弾き切って、三楽章とかね結構音量が大きくなるから気にならなくなるんですけど、静かな場所とかね結構狙って大変でしたね。ああいう時にどうすればいいのかをちょっと検討したいけど、それは気をつけてもらうしかないですよね。はい、というなんかそんな経験もしたブリュッセルでしたけれども、ブリュッセルは僕7年前にパリに留学していた時に日帰りで観光で行ったことがあって、パリとブリュッセルってとっても近いんで1時間半ぐらいで行けるのかな。なのでその頃のことを思い出しながら懐かしい気持ちになりました。中央広場がなんかとっても美しい広場で、なんていうかこれぞヨーロッパだなという感じの、特にドイツから来ると、ドイツってもちろんその歴史的な建築もあるけれども、割と近代的な建築も多くあって、なのでいわゆる想像するヨーロッパの街並みとは違うこともよくある。ベルリンとかもねそういう感じですね。なのでベルリンから行ったんでなおさらいいなとか思って、パリにも似てるんですけど、パリともまた違う感じ、ちょっとパリよりも落ち着いた感じ。とにかくブリュッセル久しぶりで感慨深かったですね。はい、ここでもう一曲お届けしたいと思うんですが、来年1月21日にニューアルバムショパンオービットをリリースするんですが、その先行リリースとして第2弾として金曜日にリリースされたばかりのレインドロップポストリュードという曲、これはかの有名なショパンの雨だれのプレリュードに対する僕なりの返答みたいな曲なんですが、雨上がりをイメージした曲です。聴いてください。レインドロップポストリュード。
住野隼人がお届けしてきました東京建物 Music of the Spheres。そろそろお時間となってしまいました。お知らせです。11月29日は K アリーナでピアノリサイタル。いよいよもうすぐですね。チケットはソールドアウト、ありがたいことにということで、楽しみにしていてください。ワウワウでの生放送もなんとあるみたいでございます。そして来年全国ツアー2026ショパンオービット2月1日からスタートします。ニューアルバムのショパンオービットもリリースとなりますので、ぜひチェックをしていただけたら幸いです。東京建物 Music of the Spheres ではオリジナルロゴ入りノートを毎週5名の方にプレゼントします。Across the Sky のウェブサイト右上バナーの Message to Studio からノート希望と書いてご応募ください。それでは引き続き小川沙羅さんナビゲートの J-Wave Across the Sky でお楽しみください。来週もこの時間にお会いしましょう。ここまでは住野隼人でした。